見てください、これすごい綺麗に溶けてます。できてる。簡単ですね。放置してるだけでできてしまいます。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。今回はですね、以前に貝ホースの解体をしましたが、その貝ホースの巣板を使って蜜蝋を作りたいと思います。週末予報チャンネルではいろいろな方法で蜜蝋を作ってきましたが、今回は今までやったことがない方法でやります。今回蜜蝋を溶かす方法は太陽光を利用した方法です。それではまず使う道具の紹介をしたいと思います。はい、それでは道具を紹介していきます。太陽光で蜜蝋を作る装置は養蜂場さんで売られているんですが、とても高いです。今回は安く作るために材料はすべてダイソーで購入してきました。はい、まずこちらはシリコンパウンドケーキ型ですね。こちらお料理用のものですが、蜜蝋にも使えますし、シリコンなので蜜蝋がくっつかずに取り出しやすいです。溶けた蜜蝋の受け皿として使います。こちらはアルミプレートの深皿ですね。これも食品用のものです。ここに巣板を並べて蜜蝋を溶かしていきます。はい、それから焼き網です。これも食品用のものですね。こちらは先ほど紹介したアルミプレートの上に乗せて巣板を滑らないようにするためのものです。なくても大丈夫なようですが、一応買っておきました。それからガスレンジガードです。ここの写真のようにコンロの周りに置いて油跳ねとかを防いだりするようなものですね。これをアルミプレートの周りに置いて溶けやすくするようにします。はい、それでは作っていきます。はい、それではまずこのアルミプレートに蜜蝋が流れ落ちるような小さい穴を開けていきます。底の方に幅5センチくらいの細い穴を開けます。はい、これで準備完了です。風で熱が逃げないようにこのようなプラスチックの箱を用意しました。この中にまず溶けた蜜蝋を受けるためのシリコン型を入れて、高さを出すためのこんな木の棒を用意しました。これを入れて、アルミプレートの中に滑り止めの焼き網を入れます。はい、これで少し傾斜がつきました。ここに巣板を並べます。はい、この周りにこのガスレンジカードを取り付けます。はい、これで太陽が今真上にあるので、ちょっと太陽に向けて、この箱の影がちょうどこの真後ろにあるので、これでしっかり太陽の方向を向いているんじゃないかなと思います。はい、一つ忘れていました。アルミプレートにラップをします。このラップをしないと熱が逃げてしまいます。このラップをすることによって中がサウナのようになります。もう持ってるだけでも結構熱いですね。はい、熱が逃げないようにもう少しかけます。はい、できました。本当はラップではなくガラスの板などがあるといいらしいんですが、ちょっとなかったので今回はラップでやっていきます。はい、これで設置完了です。このまま置いて様子を見たいと思います。
はい、溶かし始めてから30分経ちました。見てください、ここ溶けてきてます。この部分がつながって1枚の巣板になっていたんですが、ここが溶けてなくなっています。今日はですね、ちょっと雲が多くて太陽が出たり隠れたりしているんですが、30分でもうこのくらい溶けたので、もう少し様子を見たいと思います。はい、溶かし始めてから2時間が経過しました。ちょっとですね、今日はやっぱり雲が多くてあんまり溶けなかったかなという感じです。ちょっと見てみましょう。このアルミホイルプレートは結構あったかいですが、蜜蝋の融点は65度ぐらいなので、そこまでは達してないくらいですかね。でもこの辺やっぱり溶けてますね。ここもともとは大きい1枚の巣板だったんですが、なんかこの色の変わり目のところが綺麗に溶けたようですね。なんでここだけ溶けたんでしょうか。蜜蝋でくっついて動きません。この金網の下のところに黄色い蜜蝋ができています。一回溶けてどうやら温度が下がってまた固まったようですね。プレートの下の方に薄い色の液体が溜まっていますが、これはおそらく蜂蜜ですね。はい、今日はですね、気温が32度あってかなり蒸し暑いですが、やっぱり直射日光が当たる時間が少なかったのが溶けなかった原因かなと思います。また明日試してみたいと思います。はい、次の日になりました。今日はですね、なんと気温が35度あります。めちゃくちゃ暑いです。これはちゃんと溶けそうな予感がします。いやー、もう暑くてちょっといられないぐらいなので、早速放置して溶けるのを待ちたいと思います。はい、溶かし始めてから1時間が経過しました。見てください、これすごい綺麗に溶けてます。昨日とは全然違いますね。茶色い部分は残ってしまっていますが、他の部分は全部綺麗に溶けました。ちょっと見てみましょうか。熱い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 。熱い。待って、熱い。これここ持てないぐらい熱くなってます。すごい、こんなに熱くなるんですね。よいしょ、ちょっと気をつけて一旦どかして、おー、できてる。すごーい。簡単ですね。放置してるだけでできてしまいます。はい、それではですね、まだ巣板がたくさん残っているので、今度は手で握りつぶして並べて溶かしたいと思います。ツムシが糸のトンネル作って歩いてる。この間いなかったけど、卵とかもっとちっちゃい幼虫だったのかな。巣板を保管してる間に成長してしまったようです。本当はですね、冷凍庫で凍らせておくのがいいんですが、短時間ということでちょっと油断してましたね。ですが蜜蝋は作れるので、このまま潰してしまいます。ごめんなさい。すごい、蜂蜜もちょっと残ってる。よいしょ。もっとボウルにして小さくして、はい、それではまたラップをかけます。は
はい、できました。それではこれをまた箱の中に入れて溶かしていきたいと思います。これでまた放置したいと思います。はい、溶かし始めてから1時間くらい経過しました。お、すごい蜜ろ溶けてますね。よいしょ。わお、あ、すごい匂い。蜜ろは熱すると結構きつい匂いがします。茶色いところが残っていますが、これは昨年ダイソー商品で蜜ろを溶かしてみたという動画で蒸し器を使って蜜ろを溶かしたんですが、その時も黒いカスのようなものが残ったので、それと同じものなんじゃないかなと思います。ただ先ほど巣板を潰した時に白い部分がちょっと内側に入っちゃったような気もするので、それが内部で溶けて染み出てきてくれていればいいんですが、残っていたら溶けないのかな。だからもしかしたら潰さずにそのまま巣板を並べて溶かした方が良かったのかもしれないですね。ここで蜜ろが引っかかって止まってしまってますね。この辺で固まっている黄色いものは全部蜜ろですね。わあ、結構蜜ろあるね。よいしょ。やっぱりこう潰しておいたのがせき止めの理由になっている感じですね。はい、そしたらちょっと大きすぎた感じがするので、もっともっと細かくして並べていきたいと思います。熱い。あちちちち。結構熱いので、これをやるときはやけどに注意しましょう。はい、ダッシュボードに設置しました。外だと風の影響で熱が逃げてしまいますが、これだと風も通さないのでめちゃくちゃ熱くなるんじゃないかなと思います。ただ車内がとても臭くなってしまう可能性もあるので、真似する場合は自己責任でなるべく真似しない方がいいかもしれません。いい感じに光が当たってますね。これは期待できるんじゃないでしょうか。はい、夕方になったので取り出したいと思います。うわ、すごい匂いですで、あ、そっか。よいしょ。いやー、ちょっと少ないですね。この固まってないのは蜂蜜ですね。確か一番最初巣板を1枚だけ乗せてやった時に結構出てたので、まあ全部乗せてこれだと結構少ないですね上の方はほとんど蜜ろが残ってなさそうですね。もう黒と茶色のカスしか残ってなさそうです。ということは温度はバッチリだったんでしょうか。ちなみに車内の温度なんですが、温度計を置いておいたところ50度ぐらいまで達していました。カスの下に蜜ろがめっちゃ出てる。やっぱり量が多かったみたいですね。この下にたくさん溜まってしまっています。温度は十分でしっかり蜜ろが溶けて下に落ちたけど、巣のカスに阻まれてしまって流れなかったようですね。で、流れないまま温度が下がって固まってしまったというところでしょうか。おそらくシリコンの中に溜まった蜜ろと同じ量ぐらいはアルミプレートの底に溜まっているんじゃないかなと思います。はい、今回は温度は十分だったけど量が多すぎて流れ出なかったという結果になりました。一番最初巣板を1枚だけ入れて溶かしましたが、あれはですね15分で綺麗に溶けたので、横着せずに巣板を1枚1枚入れて溶かしていれば綺麗に溶けたのかなと思います。
はい、太陽熱で蜜蝋を作る装置は何万円もする高い値段で売られているんですが、こんな簡易な装置でも真夏で入れすぎなければしっかり蜜蝋が作れるということが分かりました。昨年週末予報チャンネルで蜜蝋を作る動画をいくつか紹介したので、ぜひそちらも見てみてください。おすすめはダイソー商品の蒸し器で作る方法です。はい、以上が太陽熱で蜜蝋を作ってみたでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは趣味でニホンミツバチを飼育するためのノウハウを発信しています。興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画が面白かったらぜひコメントやいいねボタンお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。